打ち切りなしのインフィニットホライゾンの報酬について考えていきましょう。これまで報酬を最大化すると結構曖昧な表現を実はしていたんですけれども、今日はこれをちゃんと定義していきましょう。報酬関数はRS で与えられるとしましょう。ある順番で状態を遷移していくときに得られる報酬の総和をリターン、収益と呼びましょう。リターンですね。今回はこの V でこのリターンを表すことにします。S0、1、2、3っていう感じで進んでいく時に得られる報酬の総和というのを V と表現して、これはすなわちこういうふうに、R の S の T の T を0から無限までというふうに表現できますね。そして、この収益を最大化するポリシーというのが、我々がやりたいこと、我々が見つけたいものですね。すごい素直で分かりやすい定義だと思います。ただこれちょっと問題があって、それは何かっていうと、ここですね。ここに無限っていうのがあります。無限っていうのは取り扱い難しいですよね。数学としてもそうだし、プログラム、コンピューターとしても無限は取り扱いが難しいです。ちょっとこれを例に出して説明してみましょうか。ここに2つの経路があるとします。この経路っていうのは、無限に続くとしましょう。上の赤い経路では報酬は毎ステップ1もらえます。下の経路では報酬は毎ステップ1で、なんか時々プラスにもらえる時があるとしましょう。この時リターン収益が大きいのはどっちの経路でしょうか。ちょっと計算してみましょう。上の経路は無限にプラス1がもらえるのでこれは無限ですね。下の経路は、無限に1か2もらえるのでこれ無限ですね。というわけでどちらの経路も無限に報酬がもらえるんですよね。でこれはちゃんと数学的に解析すると多分下の方が大きいんですけれども、どっちも無限なんでちょっと取り扱いが難しいんですよね。でだから上でも下でもいいじゃんっていうことになってしまいます。これだとちょっと直感的には扱いたくない。できればこの下の経路の方がより優先されてほしいですよね。でもこの収益の定義だとどっちも同じ無限という値になってしまいます。実はこれちょっとした工夫でこの問題を解決することができますので、次回ちょっとその解決策である割引率についてお話ししましょう。